こんにちは。星読みラジオトラッシーガーデンへようこそ。このチャンネルを見つけてくださりありがとうございます。またいつも高評価コメントいただきありがとうございます。励みになっております。このチャンネルはインド占星術に基づき星のエネルギーを読んでいくチャンネルです。今日も皆さんと深くつながれることをとても嬉しく思っています。さて、今回の新月は太陽暦だと8月13日に迎えますが、インド占星術の計算ですと8月11から12にかけて蟹座で迎えます。今回の新月はいつも以上に私たちの深い部分、特に内側の安心感をそっと包み込んでくれるような、とても優しいエネルギーに満ちていくものになるでしょう。私は私のままでいいんだと、肩の力を抜いていけるようなエネルギーが高まっていきます。最後には開運アクションを2つご紹介いたします。どうぞ最後までリラックスしてお聞きください。今回の動画は少し長いので、必要なところを確認したい方はタイムスタンプがありますので概要欄を見てみてください。それではまず今回の星の配置が持つエネルギーから紐解いていきます。今回の新月は蟹座の領域で起こります。蟹座は私たちの心や感情、そして自分が一番ホッとできる温かい居場所を象徴する星座です。そこに新しい始まりを意味する新月が重なるのですが、今回は宇宙の大きなお洗濯の波である日食のエネルギーも一緒に重なってまいります。日食と聞くとなんだか特別なことが起こるのかなと身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。でも怖がる必要は全くありません。日食というのは一時的に外側の光が遮られる現象です。これは宇宙から外側の世界を気にするのを一度お休みして、自分の内側を優先的にケアをしてみてねという愛に満ちたメッセージになってまいります。例えるなら、宇宙が私たちにちょっとした心のお昼寝時間というのをプレゼントしてくれているようなものになるかもしれません。外側の騒がしいニュースや周りの人の機嫌を一度シャットアウトして、自分の心をふかふかのベッドでお休みさせてあげるのにとっても良いタイミングになります。特に大人になるにつれて、私たちはたくさんの役割を背負って生きるようになります。いつも周りを優先して自分のことは後回しにする、そんなことが当たり前になっている方もいらっしゃるかもしれません。もし今聞いていらっしゃる方の中で、なんだか最近理由のない疲れや焦りを感じる、これからの生き方このままでいいのかなとふと考えてしまう、そんな感覚があるとしたら、それはあなたがダメなわけでも何かが足りないわけでもありません。宇宙があなたにもう十分頑張ってきたから一度荷物を下ろして自分を甘やかしてあげようと優しく語りかけてくれているサインなんです。この新月の後、8月17日からは太陽がポジティブな状態を迎えます。太陽は私たちの魂、つまり本来の自分自身を象徴する星とされています。5000年前から語り継がれているベーダの教えにおいて、私たちの存在はよく馬車に例えられています。
あちらこちらに動き回る5匹の馬は、私たちの五感や日々の欲求、コロコロと変わる感情を表します。この馬の手綱を握る御者は理性や知性です。そしてその馬車の一番奥の特等席にゆったりと腰掛けている主こそが私たちの本質である魂です。私たちは普段日々移り変わる感情や外側の出来事に一喜一憂しています。あの人にこう言われてモヤモヤした。体調の変化に心が追いつかなくて不安。これらはすべてこれらの馬が暴れていたり少し疲れたりして手綱を握る御者が混乱しているか、そのような状態とも言えます。ですが宇宙の真理はこのように教えています。私たちを揺るがす一時的な感情や外側の評価、年齢による変化は私たちの本質ではありません。馬車の奥にいる私たちの本質である魂は傷つくこともなければ衰えることもない、常に完璧で永遠で光り輝く存在であるということです。この魂を表す太陽のパワーが8月17日からパワーを発揮します。この1ヶ月間は自らの光でまっすぐ突き進む、自分軸がしっかりと強くなってくるタイミングです。私たちの魂には本来それだけの強い生命力と輝きが備わっているということになりますね。そのスポットライトは1ヶ月間続きますので、ぜひそれを感じてみてはいかがでしょうか。ではこの魂の強い光が今回の新月で蟹座というお部屋に入るとどのようになるのでしょうか。ここで見つけるべき自分軸とは、誰かと戦って正しさを主張して突き進むような外向けの強い軸ではありません。自分のどんな感情もどんな状態も丸ごと受け入れて自分自身が味方になってあげられるという内側の絶対的な安心感から生まれるとても優しい自分軸です。私たちはちゃんとしなきゃ、弱音を吐いちゃいけないと知らず知らずのうちに自分を厳しくジャッジしがちです。不安や寂しさ、イライラが湧くとこんな風に思っちゃダメだと蓋をしてしまうこともあるかもしれません。でもそれらの感情も一生懸命に生きてきた愛おしい自分の一部に過ぎません。外側の評価や誰かの機嫌に振り回される必要はもうありません。どんな私であっても、私は私を信頼している、私は私のままで素晴らしいんだという内なる安心感こそがこれからのあなたを支える本当の自分軸になっていくのではないでしょうか。幸いなことに今この蟹座のエリアには幸運と優しさの星である木星も滞在しており、こちらも12年に一度訪れる最高にポジティブな状態です。私たちの心を癒し強力にバックアップしてくれることになるでしょう。頑張りすぎる癖や罪悪感という重い荷物はもう必要なくなるかもしれません。これらの荷物をそっと床に下ろしてあげることで、私たちの中心にある魂の光がより純粋に
輝き始めることでしょう。ではこの宇宙の優しいお洗濯の波を味方につけて、優しい自分軸をしっかりと立てるために、今私たちができる2つの小さな開運アクションをお伝えします。1つ目は、お家の中に自分だけの小さな聖域を作ることです。蟹座のエネルギーを高めるには、自分の家を心地よくすることが一番の近道です。家全体の片付けが難しければ、リビングの片隅やベッドサイドなど小さなスペースで構いません。そこをお気に入りの雑貨や植物などで整え、ここを見るとなんだか心がほっとするという場所を作ってみてください。その空間があなた自身の心を緩めるお守りになってきます。2つ目は、1日の中に役割をすべて脱ぎ捨てる5分間を作るということです。日食の前後というのは、私たちの潜在意識と宇宙が深くつながるため、ふとした瞬間にメッセージを受け取りやすい時期です。できればスマホを遠くに置いて、温かい飲み物を飲みながらただぼーっとするような時間を作ってみてください。私たちは多くの役割を持っています。母親や父親でもなく、妻や夫でもなく、働く自分でもない。ただ存在している魂としての私に戻る時間。よく頑張っているねと胸に手を当てて自分をいたわってあげるとき、私たちの魂から優しいメッセージが聞こえてくることでしょう。いかがでしたでしょうか。今回の新月は、私たちが本当に大切なものを選び直すための愛に満ちた宇宙からのギフトです。誰かのための人生ではなく、あなたの馬車の中にいる魂の主として自分軸をそっと見つめ直してはいかがでしょうか。皆さんの8月の新月が素晴らしい心の解放、そして魂の目覚めの準備となりますように願っています。少しでも皆さんの日々の肩の荷が軽くなるきっかけになれば嬉しいです。面白かった、参考になったよという方がいらっしゃいましたら、高評価やチャンネル登録で応援していただけましたら、とっても励みになります。それでは次の配信でお会いしましょう。最後までありがとうございます。星読みラジオトラシーガーデンでした。